久しぶりに朝日を浴びるとやっぱりいいなと思いがちです。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。ということで、今日は、5月病でなかなか眠れなかったりとか思い悩んでいる人に向けての動画になっております。皆さん本当に集まろうです。はい。で、今日の動画は、前半は最近のルナーシーの5月病に対する考え方をのんびりとお話ししていこうかなと思います。で、後半にですね、以前私のインスタグラム皆さんの5月病の乗り越え方とか考え方などを募集したので、それをご紹介しながら、雑談していきたいと思います。眠れない夜とかは、その眠れないことだったりとか、自分を責めたりせずにリラックスして頭を空っぽにして、この動画を見てくれたら嬉しいなと思います。ということで、ごゆっくりとお楽しみください。ちょっと、メモってきたので、ちょっと軽く見ながら話していきたいと思います。ASMR 動画を見に来る人は、シンプルに音フェチの人もいれば、やっぱり寝れなくて悩んでて ASMR 動画にたどり着くって人がたくさんいるんじゃないかなと思っています。だから動画を見て楽しんでほしいなと思う気持ちと、眠れない夜にちょっとでも心が軽くなるような動画を作れたらいいなと思っています。で、皆さん悩む理由は結構いろいろあるのかなと思います。で、私もとても悩んだというか、眠れない時期もあって、で、結構理由は明確で食べ物があんま食べれなくなっちゃって、やっぱ健康的な生活ができないと、栄養が取れないと本当に思考も歪んじゃうんですよ、本当に。だから思考も歪んで、さらに体ももっと悪くなっての悪循環で、薬眠
眠れない時もあったなと思い返しております。で、最近ちょっと何かで見たんですけど、ストレスに弱い人の特徴、ストレスに弱い人の特徴いくつかあるんですけど、その中に完璧主義とか自己主張が苦手で、周りに流されてるから自分に裁量権がないなと感じてしまうとか、あとはプライドが高いとかがあるらしいんですね。で、ある人が自己評価が低い人、プライドが高いって言ってらっしゃったんですね。私その言葉に衝撃を受けました。なんか私はこれまでとても大きな勘違いをしていたんじゃないかなと思います。自己評価が低いからイコールプライドも低いと思っていたんですね。でも真逆でした。自分はこうあるべきだとか、こうなっていたいっていう理想が高いがゆえに、その理想と現実のギャップに苦しんで自分への評価が低くなっているんだなと思いました。そう言われてみれば確かに自分を一番信じているからこそ、いつの間にか過剰評価しちゃって、自分はもっとできるはずとか、理想をすごく高く設定してしまっていたところもあるのかなと思って、ものすごく反省しました。恥ずかしい。でも思い返せば、私ってすごいいろんな失敗もしてるし、なんだろうな、不器用だし、なんか漢字読めないし焦っちゃうし、なんか私って全然ダメな人間だなっていうのをこう認めて、こう未熟なところも、痛い行動をしちゃうところとかも、全部ひっくるめてまあいっかって思える、なんか気楽さとかが大事なのかなと思いました。だからこう完璧主義の人とか、自己評価、自分への期待が高すぎると、こうね、理想とか自分に課す基準が高くなってしまいますよね。それがプライドの高さともつながっていくんだと思います。だからきっとなんかダメなところとかも自分が一番最初に認めて、高い理想も持ちながら、なんか自分を高く評価するのって本当になんか傲慢で愚かだと思ってたんですけど、なんかこれくらいできるから自分は大丈夫って評
ました。なんかね、だから自己評価が低い人とプライドが高いっていう言葉には、私の中では電池がひっくり返るほどの衝撃を覚えた記憶があります。で、多分私はなんかこのままでいいのか、このままじゃダメだとか、すごい頭の中でうるさくて、で、なんか多分それが無駄な焦りにつながっちゃってて、だからこう焦らないっていうのがとても大事だなと思ってます。自分が実践できているかどうかはわからないけど、諦めないでっていう言葉よりも焦らないでっていう言葉を皆様に捧げたいなと思いますそうですね。なんかこういう動画を作るにあたってどんなことを話せばいいのかなとか、どんな言葉が言えるかなってすごく考えました。君は大丈夫だよとか、また元気出してとか、頑張ってねとか、なんかそういう言葉がなんかしっくりこなくて、でもいろいろと自分の中で考える中で、焦らないでねっていう言葉が一番今の自分にもしっくりくるなと思ったので、皆様に、伝えさせていただきましたいやー、そうだよな、焦っちゃダメだよな。なんか焦って下す決断とか行動って大体悪い方向に行っちゃいますからね。だからなんか4月から新しい生活環境になったりとか、新しい職場になったりとかして、なかなか成果が出ないなとか、このままで大丈夫かなってたくさん焦りの気持ちもあると思うんですけど、じゃあ慣れるまで頑張ろうって思うのもいいし、やめるという決断をしてもいいけど、その大事な決断は元気じゃない時とか焦っている時に下すのではなくて、まずは一旦休んで、焦ってない心の正常な状態で大事な判断を下していただければなと思います。ちょっと昨日の夜は何を話そうかなって考えながら眠りに落ちましたじゃあね、ここからはこの前インスタで募集したみんなの5月病の乗り越え方とか考え方っていうのを、ご紹介していきたいと思います。インスタで回答をくださった皆さん、ありがとうございました。すごく、読んでいて面白かったです。ではまず、一番多かったのが、よく寝ることですね。私の ASMR で眠りにつくこととかもたくさん書いてくださって嬉しかったです寝ればね寝ればね、大抵のことは解決する。でもその眠りに落ちる体にするのが大事ですよね。寝れたらこっちのもん寝れたらこっちのもんで、
戯れるひたすら友達と通話。確かになんかモヤモヤしてる感情とかを友達に話すと、なんかそれだけですっきりして解決することもありますよね。直近で楽しみな予定を立てる。確かに楽しみな予定が先にあるだけで頑張ろうって思えるもんね。好きな人に褒めてもらったという妄想をするちょっとね、なんか悩んでる時ってなんかいろんなことをネガティブに考えがちだから、なんかこんな感じで楽しいことをたくさん妄想できるといいなと思いました。やる気がないときはすることをタスク用に書くようにしています。なんかこれもやらなきゃあれもやらなきゃで頭がぐちゃぐちゃになっている状態を整理するという意味でも、書き出すっていうのは本当に有効的だなと思います。私ももうどうしようもなくなって不安でたまらない時ほどなんか日記をつけます。めっちゃおすすめですと、カメラロールにある楽しかった旅行や思い出の写真を振り返って明日への活力にしてます。楽しい思い出が明日への活力になるのは素晴らしいですね。気合と根性来ました、根性論。いやでもな、最後はな、気合と根性なんだよな、きっとチョコ食っとけ甘いものに走るのもいいか。食欲がある状態、食べれる状態の時は健康的なものを食べて生きる活力を蓄えるっていうのは大事ですよね。サボり続けて限界まで寝る、起きて焦る、もうサボれないから頑張る、追い込むスタイル追い込む、すごいな。もう自分を追い込んでやるしかない状況にさせる。なるほどな。でもなんかすごい人によると思ってて、なんか仕事をサボっている状態で眠りにつける人と、仕事をサボっている状態はすごく不安でモヤモヤするから、そもそも眠れない状態に陥る可能性も高いかなと思いました。でもね、人間追い込まれたら火事場のバカ力みたいなものが出るのかなとにかく好きなことをする、趣味のことを考える、ASMR を聞く。そうだね。なんか辛いこととバランスを保てるような趣味があると本当に人生を救いますよね。疲れた原因を忘れる、寝たり好きな音楽を聴いたり。いやめっちゃわかるな。忘却はね、人を救うってね。ルナ氏も割と忘れることは得意です。学校で疲れた時は違う方向、運動などで自分を疲れさせてさっさと寝る。なんか
事なんだろうなって思います。分かっててもね、できるできないはまた別ですよね。元気が一番だし、健康が一番と分かっているのに、健康的な生活がこんなに難易度が高いっていうのは本当になんか神様が設計ミスしたんじゃないかななんて思います。ゆっくり生きる、とにかく気持ちそうだね、そうなんだよな。なんか心と体はすごく密接につながっているから、病は気からっていうのを本当に信じています。私もなんか体調が悪くなったり頭が痛くなってきたりすると、なんか最近思い悩んでることあったっけなって一番初めに考えるようにしています一日の終わりに小さなご褒美を作ってます。この仕事頑張ったらチョコ買おう、あとは好きな音楽視聴。健康的に生きている人って自分に対しての飴とムチのコントロールがとても上手なんだろうなと思っています。適度に自分を甘やかすその術を得得しているんだろうなと思います。自分に厳しすぎると自分を適度に甘やかしてあげることがいいっていうことを知らないまま大人になったり、自分を甘やかす術を知らないまま生きていくと、過剰に自分に対して厳しくなっちゃうのかななんて思います。未来のことは未来の自分が何とかしてくれるというマインドで細かいことは考えずに寝る。いや、これめっちゃ大事だよね。本当に大事だって未来のことなんかわかんないし、いくら思い悩んでも意味ないのは分かってるけど考えちゃうよね本当に今を生きるっていうことがとてもとても大切で、でもなんか難しい。私もなんかずっと2、3年後とか5年後とかを考えて思い悩んでっていう思考が高校生くらいの時、いやもっと前かもしれない、なんかずっとそういう思考の癖があったんですけれども、なんか結構ずっとそれって苦しいじゃないですかだから最近は今興味あることとかやっていることがどれだけ意味なさそうと思ってもあんまそういうのは考えずにやるようにしています。忍び耐える忍び耐えることの矛先ですよね。ずっと自分が嫌だなと思ってることを耐え続けるよりかは、自分のいい方向だなって思えることに対して耐え続けられる精神力を使えるのがベストですよね。ソロキャンプで一人時間を楽しむ、いや一人時間は大切ですよね。しかもソロキャンプ行ったら大自然に囲まれてとても癒されそうですね。本当になんか自然と触れるみたいなのは定期的に人間にとっては必要なんだろうなと思ってます。10分間の瞑想、はい、これ本当に瞑想を10分間くらいできるようになりたいなと思ってもなんかできないだからとり
して体の力をスーッと抜くんですよ。で、全部の力を抜いても、あ、私ってまだここに力入ってるなとか、ここに力入ってるなとか気づけるんですよ。無意識に力を入れているところの筋肉も力を抜いてリラックスして、自分の全身をこうスキャンしていくイメージで、こう自分の体をチェックする、そこに集中するっていうのが日課になってます。なんか瞑想イコール無みたいなね、無でイメージがあって、そこから入ると結構難しいなって思っちゃって考えちゃうじゃん、いろいろと。だからとにかく力を抜いてリラックスするために自分の体の状態や呼吸に集中するっていうのを意識してやるようになりました。おすすめです。人から言って思いっきり叫びまくる。いや、わかる。3から5秒先の自分の行動をイメージしてから行動に移す。布団から出る姿をイメージ。起きる。おー、なるほどね。イメージした通りにただ動けばいいから行動へのハードルが下がるってことなのかな。ジムで筋肉痛になるまで運動。ジムいいですね。私はエニタイムフィットネスに去年1回契約したことがあって、でも全く続かなくて、1ヶ月か2ヶ月で2ヶ月くらいで解約したでも運動が大切ってことだよね。音楽を聴く。正月に立てた目標をもう1回見返す。もう半年近く経ったんだって思ってやる気が出てくる。正月に立てた1年の目標なんて7日目くらいで忘れちゃいますもんね。なんかそういう意味でも、目標を見返したり、あと日記を見返したりすることって、自分こういう感じで思いで走ってきたんだなって振り返られる。だから目標とか過去の自分が書いたものとかを見返すのって、いろいろといい効果がありそうだなと思います。オールレーズンを5枚くらいまとめて頬張って食べる。オールレーズンわかるかな調べました。これね、食べたことあります。確かにこれを5枚一気に食べるって贅沢ですね。疲れた時は夜道を歩きながら星空を見上げます。広い宇宙が悩みの小ささを教えてくれる。いいですね。すごい壮大な規模で考えると自分の悩みがちっちゃくなるみたいな、めっちゃいいよね。なんか最近すごい考えるのが、結構よく言われるのが、自分の世界は自分が見たいようにできているみたいなこと時々言われるじゃないですか。すごいちっちゃく考えていったら、音とかも波なわけで、自分の耳や鼓膜があるから音として聞けるわけで、自分の目が機能しているからこの世界があるわけで、自分というものを通して
世界を見ているから、世界の本当の姿はそういうものじゃないかもしれない。だから見えているのは自分勝手に好きなように見えてるのかなって思うと、何が世界の明確なものなのかもわかんないし、そんな曖昧なもので満たされた世界に対してなんかちっぽけなことで思い悩んでも意味ないなって思えてくる瞬間があります。そんな感じでね、なんかすごいこの世界をすごい規模で捉えたら悩みが相対的に小さくなるっていうのはありますよね。鬼気合おもろ。とことん好きなことをする。自分のための時間を増やす。そうだよね。自分に使えている時間がないって思うと、なんかその事実だけでやむよね。しっかり湯船に浸かり、温まった後アイスを食べて最高の状態でルナさんの ASMR を見て寝る。本当に湯船に浸かることはとても大切だと思うので、皆さん、風呂キャンは極力やめときましょう。気合いで乗り越えます。いいね。とにかく寝る。友達と遊ぶ。じゃあということで皆さん、たくさんの回答をいただいてありがとうございました。こうやって悩んだ時の自分を癒す手段とか逃げる手段とか、いくつも選択肢をあらかじめ持っておくと、本当に思い詰めた時、思い悩んだ時に横から何かしら選べばいいだけなので救われやすいの